じゃあこいつ開けましょう。加湿器。このまま、新品の、全く同じ製品の新品のままですね。完全に。はい、来ました。危ない危ない。そのまま丸めるとこだったけど、保証書がついていました。なんと保証3ヶ月延長になったみたいなんでね。一応保証、2月過ぎで、1年保証切れちゃうんですけれども、交換したってことで、さらに3ヶ月かな、延長になったみたいなので、ちゃんと保証書取っておきます。お、来ましたね。掃除用のブラシと、これが電源タップ。で、こいつを取ると、本体。完全に新品です。まあ、下こんな感じですね。あとは生なし。という感じで、来ました。戻ってきました。もう本当にね、この修理出してる1週間ぐらい喉の乾燥がやばくて、夜寝るときとかエアコンつけとくんですけれども、もうカラッカラになって、もうすごいね、喉も痛くなるし、肌も乾燥するしっていう感じで、早く戻ってきて欲しかったので、嬉しいですね。これでまた快適に過ごせそう。はい。なんか入ってた。こうか。はい。これで使えそうかな、一応。うん。よいしょ。電源コード。よし。オッケー。ちょっと水入れてきます。よいしょ。お、来た。加湿器復活。よかったです。これで、湿度もいい感じに保てるでしょう。本当にこの部屋加湿器炊かないと、湿度がやばくて、部屋の真ん中ぐらいに、温度計と湿度両方測れるやつ置いてるんですけど、もうそれが、もう湿度がこう下回りすぎて、LL って出てるんですよ。多分、ローの略だと思うんですけど、もう、測定不可能なくらい。だから、多分、15% 以下とか10% 以下。まあ、15% ぐらいの表示は見たことあるので、多分それ以下になると、LL っていう表示が出ちゃうと思うんですけれども、だからもう、限りなく湿度 0% に近い状態になってて、静電気とかもやばかったんですよ。服脱ぐときとかも、なんかこう、もこもこしたセーターとかじゃなくても、普通の服とか、ジャージとかでもそういうのでもバチバチ言ってたんですよ。なので、これでもっとより快適になると思いますね。うん。よかった。このコーヒーのグラインダーをずっと買い替えたいって言ってるんですけれども、何を買えばいいかっていうのが分かりました。それも、このコーヒーのグラインダーの豆を引く、方式って3つあるみたいで、これがプロペラ式っていうみたいですね。まさにここにプロペラがついてて、この、プロペラについた刃が回ることによって、豆を砕くっていうようなものなんですけれども、なんかこれが一番安いみたいですね。でもこれだと、引き加減とかを、なんかボタンを押してる時間とかで調整しないといけないし、引きムラがあるんですよね。なのでそれが嫌だったんですけど、その他に薄式とコニカル式っていうのがあるみたいで、薄式っていうのが、コストパフォーマンスとその性能がこうバランスがいいやつみたいな感じで、コニカル式っていうのが一番、美味しく豆が引ける方式だそうです。なのでできればそのコニカル式の、グラインダーを買いたいなと思いますね。なんか一番、性能も高く美味しいらしいです。プロペラ式って大体こういう形してるんですよね。まあ、ちっちゃい、
ミキサーみたいな感じなんですよ。でもその薄式とかコニカル式っていうのに、になると、こう、豆が上から入って、こう、下に落ちてくるみたいな、引かれた豆が下から落ちてくるっていう感じなので、引かれたものしか下に落ちてこないから、引きムラもないし、その粗さとかも指定した粗さになるので、やっぱりそこがね、このプラプラ式と全然違うところだなっていう感じはしますけれどもね。だからちょっと、その条件で、このグラインダー探してみたいと思います。こんな都心部に神社が。期間限定のバタースコッチパイ。あれもう一回食べたかったんですけれども、終わっちゃってた。なので、普通のアップルパイ買ってきました。残念。食べとけばよかった。金曜日の夜は、早めに駅前から退散した方がいいですね。駅の中がもう本当に人がすごくて、まともに歩けないレベルで、外もなんか今奇跡的に空いてるけど、結構人が多い。すごい。めっちゃパラパラにできました。さて、今加湿器かけ始めて、今湿度見てきたんですけれども、12% らしいです。12% ですよ。もうこの中生活してたんですよ、ずっと。いや、マジできつかったですね。まあ、なので、さあ、どのくらい、湿度が上がるか。ちなみに、まあ、エアコンは設定温度25度くらいにして、これの、なんか3段階調整できるんですけれども、3、一番強い、モードでやってます。それでどのくらい上がるか。だいたい湿度は、今調べてみたんですけれども、冬場は 40% から 50% くらいが一番過ごしやすいらしいんですよね。まあでもこの部屋もかなり、温度も上がらないし、乾燥もしやすいので、まあ、前の加湿器が正常に動いてた時でも、なかなか湿度は上がんなかったんですよね。うん。まあ、なので、この加湿器、まあ、性能は変わんないと思いますけれども、どこまで上げられるか。まあ、それ、40% ぐらいまでは上げれてたかな。まあ、だいたいこう35% ぐらいまでしか上がんなかったんですよね。まあ、なので、加湿器かけて乾燥がマシになるみたいな感じなんですよね。完全にこう快適な湿度になるんじゃなくて、乾燥がマシになるっていうレベルなので、さあ、これでどこまで、いけるかっていう感じですね。今つけて1時間ぐらい経過したんですけれども、24% ということで、まあ、12% ぐらい上がったのかなっていう感じなんですよね。まあ、なので、湿度低い状態から、スイッチ入れて、3時間ぐらいはかかるのかなって感じですね。その40%とかまで上がるのは。なので、夕方ぐらいつけて、まあもうすぐにこう、湿度が適正になるっていうよりは、もうね、夜寝るときに、その適正になればいいみたいなくらいの感じなんですよね。うん。あとまあ、湿度が上がらなかったとしても、まあつけてるのとつけてないのじゃ全然乾燥度合いが違うので、まあなんかそんな感じなんですよね。まあエアコンつけてる時点で乾燥するので仕方ないですけど、まあ、とりあえず復活してよかったですね。まあこれがね、多分あと1時間ぐらいすると40% ぐらいまで行くんじゃないかなっていう感じなんですけれども、そんな感じです。ということで、皆さん、こんにちは。今、お見せしているのが、私がメインで使っている、メインで使ってると言っても、これしか使ってないんですけど、ダヴィンチリゾルブという編集ソフトの編集画面を、画面録画してお見せしている状態になります。で、先日からログ撮影と言って、色味をあらかじめ薄く取って、編集時に、色味を、容易にいじることができるログ撮影というものを、しております。まあ、詳しいことについては、この一歩前の動画を見ていただければわかると思うんですけれども、今回はその、ログ撮影した素材の色編集について、
ちょっとダヴィンチリゾルブの画面録画と一緒に、解説していきたいと思うんですけれども、この1本前の動画ですね、1151話でしたかね、エピソード1151のビデオで初めてこう、iPhone に、自分はメインで iPhone 13 Pro を、メインの Vlog のカメラとして使ってるんですけど、あと GoPro とかも使ってるんですが、プロカメラ by Moment という、アプリをインストールしてロゴ撮影を始めましたという Vlog で、その後にそのログ撮影で実際に撮影した Vlog をつなげていくっていう動画がこの1本前に上がってると思うんですけれども、正直ねちょっとあの時の色編集はちょっと失敗でしたね。ものすごく色味がおかしくて見にくいと思いますが、ちょっとねログ撮影初心者なのでそこはちょっと優しい目で見ていただきたいんですが、その時もねこれ一応こうやってこの1152エピソード1152でこの編集画面について解説しながら編集しようかなと思って一応収録したんですけれども、ちょっとね失敗だったので、これ改めてこれあれですね、今この編集画面に映ってるのはまさにこの1152エピソード1152の、冒頭の部分で Vlog のシーンがあったと思うんですけれども、その素材になってます。なので現時点ではこの動画の冒頭にあった Vlog まだ編集してない状態になってます。で、ここからカット編集とかを、していくんですが、これあれですね、音量だけ調節しました。この PC に取り込んで音量だけ調整したんですけど、それ以外何もいじってない状態になってます。カット編集する前に色編集しないといけないので、カットするとね、そのカットした分だけ色編集しないといけないので、この今の状態が一番クリップの数が少ない状態にあるので、この状態で色編集をするので、この段階で収録しております。ということで色編集していきますが、まずこの、下ですね、今、開いてたページがこれカットページというところで、これ、右から、2番目のこの2番目じゃないですね、3番目のこういうマーク、これがカラーページというページで、ここで基本的な色編集をしていくっていうようなことですね。はい。で、ここでプレビューが映っているんですが、ここプレビューですね。で、ここにノードとかがあったりとか、で、ここでいろいろね、いじっていくわけなんですけれども、ラットとか当ててこういろいろやっていくのもいいんですけど、とりあえずは手動で自分好みの映像にしていきたいなということで、とりあえずラット当てずに手動でやっていきたいと思いますね。もう別にどっかにこうちゃんとした場所に公開する動画でもないし、別にこれを仕事にしてるわけでもないので、別にもう自分の好きなようにやっていいかなという感じで、本当だと初心者だとこのラットを当ててある程度こうカラーのプリセットが決まってる状態でやるっていうのがいいと思うんですけれども、手動でやっていきます。自分好みの色にできるようにっていうことでやっていって、これもなかなか時間がかかりそうですね。正直ね、この動画で自分の、出したい色味が完璧に出せるとは思ってないんですよ。もうこれってですね、簡単にできることじゃなくて、新たな言語を学ぶことだと同じだと思ってて、英語とかは頑張れば習得できるかもしれないですけれども、例えば韓国語とか中国語とかイタリア語とか、そういうこうメジャーじゃない言語ですよね。世界的にメジャーじゃない言語、中国語はメジャーが分かんないですけど、そういう言語を学ぶのと同じだと思ってて、要するにこう言語ってこう自分の、言いたいことを表現するためにあるわけじゃないですか。これも同じだと思ってて、ログ撮影して、でそこに載せるこう色編集によって自分の表現したい世界観っていうのを皆さんにお見せできるっていうことだと思ってるんですけれども、それが明日からできるかっていうとそうではないと思ってて、かなりの時間がかかると思うんですよね。なので多分この段階ではできないと思いますが、とりあえず色編集していこうかなと思いますね。まずね、コントラストとかは上げた方がいいと思いますね。でも上げすぎると黒つぶれしちゃうんですよ。なので控えめにっていうところですね。最初は控えめにした方がいいと思いますね。こうあんまりいじりすぎると後から後悔することになるので、ちょっとその効果が弱すぎるんじゃないかくらいでちょうどいいと思うんですよ。で、若干暖色寄りとかにして、
うん、もうなんかこのコントラストと色温度いじった時点でもう結構好きな色味になってるんですけど、なんか使えそうな色味ではあるんですよね。まあこれが完璧かって言われるとちょっと分かんないんですけれども、でサイドとか上げサイドね、低い方が好きなんですよね。でもログ撮影した映像ってもともとこうサイドが低い状態なので、あんまりいじんない方がいいのかな。あんまりこう上げすぎたりすると、ほらこれ、まあこういう色表現もあるかもしれないですけれども、なんかちょっと違うなと思うんですよね。サイドが高すぎるっていうのはちょっと違うかなと思ってて、うん、どうだろうな。このくらいしときますか。あ、でも良くないですか。でもこれ、コーヒーのシーン、もうちょっと暖色がかってた方がいいかな。こんぐらいにしときますか。こういうところも編集していきましょうか。まずコントラストはこれ上げまして、なんだかこう感触寄りなので、料理食べ物って暖色の方が美味しく見えるんですよ。なのでなるべく食べ物が映ってるシーンは暖色にした方がいいんじゃないかなって思いますね。うん、まあそこもね、なかなか難しいところですけど、あれなんですよ。こうログ撮影じゃなくて普通の何も設定せずにiPhone だったら純正のカメラアプリで撮ってるiPhone が作った色味の状態でも結構色編集とかってしてたんですけれども、やっぱりその状態ってこうすでに色がついてる状態なので、なんか下手にそこから色いじったりするとおかしくなるじゃないですか。でもログ撮影ってまあもともと色がついてないので色編集しやすいんですよね。なのでそういう面で考えれば、僕みたいになんかこう色をいじりたい人っていうのはとりあえずログで撮っといてっていうのはありかもしれないですね。こう色編集とかしたくないんだけどっていう人がログ撮影とか下手にしちゃうと後々編集が大変になって後悔しちゃうと思うんですけれども、僕みたいに色いじりたい人は、あらかじめログで撮っとくっていうのは結構ありかもしれないなって編集してて思いました。はい。とりあえずちょっと編集していきますか。まあ今大きくシーンが変わりましたね。これ今コーヒーちょっと、逆さまですけれども、コーヒーを入れてるシーンから、これ、夜間のシーンにいきなり切り替わったと思います。で、これでも結構ですね、色の編集の仕方ってもうほぼ180度っては言い過ぎかもしれないですけれども、120度ぐらいは変わるんですよ。これがなかなか難しいところで、夜はね、結構寒色寄りに個人的にはしたくて、で、コントラストは上げつつ色は下げた方がいいかな。下げた方が好きな色味にはなりますね。でも赤とかがまあ若干強いから結構ね、色味は淡い方が好きなんですよね。だからなんでしょうね、ログ撮影に近い状態がこう完成形の状態でも好きなんですよ。あの前からわざと色味を淡くしたりしてたので、結構ですね、自分はこう色味が淡い状態が好きなんじゃないかなって思ってるんですよね。まあ当分はこんな感じでやっていきますかね。まあ最初の方はこのコントラストとか色温度とか、サイドとか、まあそこら辺とか、まああと若干このリフトとかオフセットとかここら辺もいじっていきますけれども、まあこの程度で最初はいいんじゃないかなと思いますね。もっとマスターしたらいろんなことやっていきたいと思いますが、まあとりあえずはまあ、初級編ということで、こんな感じにしとこうかなと思いますね。まあ結構まあ、ログじゃない、普通の色味で撮るよりは自分の、出したい色味に近づけているのかなっては思いますけどね。で、あとですね、あれですね、これとは別にこうクリップごとのあれじゃなくて、タイムライン全体にかけたいんですけれども、ビネットですね、ビネットをかけるとシネマティックに結構近づくんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ビネットもねあんまりかけすぎるとちょっと後であれなので、まあ、本当にわずかでいいですね。これでもかかりすぎかな。もうこのくらいでいいかもしれないですね。はい、まあ、こんな感じでビネットをかけてまだちょっと強いかもしれないですね。こんな感じかな。うん。まあとりあえずま覚えなきゃいけないことは多いですが、こんな感じで
やっていきます。ということで、私のログ撮影したビデオがどれだけ今後進化していくのかっていうのを期待しながら見ていただけると嬉しいです。ということで、以上です。